夢のかけらゲット S1 年でどのくらい稼げるの？じゃあスパルと申します。夢のかけらゲット S 採用会議第2回やっていきたいと思います。前回はメインスキルの種が大量にいるよねっていうお話をしまして、最終的にクレセリアとムシャーナ、ダークライとヤミラミっていうこの2ペアが育てたいよねっていう、ある意味ごく当たり前な結論に一旦たどり着いたわけなんですが、今回はうちのマルノームが年間どれくらい夢のかけらを稼いでくれそうなのか超ざっくり概算してかけらゲットの有用性を探っていきたいと思います。うちのマルノームはだいたいスキル確率アップ M を持っているくらいのことなっておりますので、何かしらの参考になれば幸いです。それでは参ります。ってことで早速、夢のかけらゲット S の記録をつけ始めた昨年8月からどの程度夢のかけらを稼いでいるのか確認してきました。昨年8月が約10万かけら、9月が約4万かけら、10月が約9万かけら、11月が EV ウィーク込みで約22万かけら、12月がホリデー込みで約17万かけら、今年に入って1月が約16万かけら、2月が約4万かけら、3月が3402。発動2回3402かけらですね。逆に3月はなんで出したんでしょうね。全然記憶がありません。そんな中4月、かけらゲットウィークが開催されて初日で2万4000かけらくらい稼いでくれておりますので、この期間だけでも15万くらいはいくと仮定して9ヶ月間でざっくり97万3402かけらと。まあ100万かけら近く稼いでいると言ってしまいましょう。わかりやすいのでね。いや、やっぱりね、9ヶ月とかになってくると、さすがにわかりやすく数字で出ますね。100万。だいたいね、普段はイベントがない時の週の後半だったりとか、逆にスキル 1.5 倍のイベントの時だったりとか、そういうところでお手伝いしてもらっていて、それこそバレンタインだとかクレセリアイベントみたいながっつりエナジーを稼ぐことを目的とするイベントの時は全く出番がないっていう感じの遊び方をしています。一応平均すると月11万かけらくらい稼げているので、まあイベントのね、補正がある時なんかにも活躍してもらうことを考えると、実動月に8、9、10日ほどとなっているかなと思います。一応ね、期待値的には1日1万かけらちょっとぐらいは、今までスキルレベル7の時はあったはずですね。で、実際ね、マルノームを違うポケモンにしていれば稼げたかけらも、それこそ月1万かけら以上あっておかしくないと思うので、超ざっくり、スキル確率アップ M のマルノームで月10万かけらくらいプラスにできていたよと、まあざっくりそんな感じですかね。ってなるとざっくり年120万かけら。これがスキルレベル8でもやれるようになるので、150万かけらくらい稼げるかもしれませんね。年150万かけら。まあね、4月分はすでにスキルレベル8で概算しちゃってるんですけれども、やっぱ年150万って言われるとさすがにすごい量に感じますよね。ポケモン3体分、レベル10からレベル60まで育てられるくらいのかけらと。ないしはポケモン3体をレベル60から65にできるくらいのかけらということで、採用していない人より追加でそれだけ育てられるよということなので、まあ、やっぱね、かなりバカにできない量かなと思います。ただね、個人的な心配事としては、こっから先、鍋拡張も信じられないかけらの量になっていきそうなのが怖いんだよね。なんといってもそこが一番怖いまであって、次の鍋拡張が超ざっくり50万、60万、70万、80万だったとして260万。ただゴールド実装時って予想よりも多かったので300万かけらでなんとか収めてくんないかなと思ってるんだけど、さらに8ヶ月後にまた新たなフィールドが来て、そこの鍋拡張が90万、100万、110万、120万で来るとしたら420万。これなんとかなるのかな。ポケモンを育ててる余裕は果たしてあるんでしょうかね。仮に来月新フィールドが来て、で9ヶ月後、新フィールドが来てから8ヶ月後に新たなフィールドが来るとして、9ヶ月間で700万かけらくらい必要ですとも言えるじゃん。そう思っちゃうとね、年150万かけらがちょっとちっぽけに見えなくもないよね。いや、全然足りないみたいなね。なのでね、まあ、本当にこのまま2年で3フィールドずつのペースで増えていくんだとしたら、2年間で1000万かけら以上
鍋拡張に使いたいことになるので、2年で300万かけらとか、350万かけらとか稼いだ分、全部持っていかれそうな感じはちょっとしますよね。まあね、でも無課金はね、キャンチケが基本ないので、自力で鍋をでかくしときたいっていうのはちょっとあるんだよね。レベルも65まで解放されたけど、アメで育てるのってマジでかけら富豪の人以外は厳しそうな雰囲気を感じるし、レベル60より先ってぶっちゃけポケモンたちの強さが大きく変わるタイミングではないじゃないですか。UC って言えばレベル75のサブスキル解放があるけど、そもそもそこまで厳選してる人も今はそんなにいないだろうし、ってなると、やっぱ強くなってくるのって料理なんじゃないかなと思うんですよね。さらに料理の比重が上がっていくような気はすると。レシピはね、どんどん追加されていくだろうし、レシピレベルは上げるのにかけらとか使わないわけじゃないですか。それもどんどん上限解放されていくだろうし、まあそうなってきて、バランス崩れたなってなって初めて、木の実の数 M が出ますとか、またね、新たなバランスを変える起爆剤が投下されることにはなるだろうなとは思うんですけど、しばらくの間ね、無課金の範囲で頑張っていくよってなると、レベル60度目の食材ポケモンたちと共に料理を頑張っていくっていう方針になるような気がするんですよね。下手したら1年、2年とか。ってなると、やっぱ鍋拡張したいという思いがあるんだよな。まあ結局ね、新レシピ次第ではあるかなとは思うんですけど、とはいえね、負けん気サラダみたいな、最大拡張して料理パワーアップ S も最大レベルでやったらようやく作れますよみたいなやつは出してくるんじゃないかなと思うというか、出してほしいまであるんですよねやっぱね、頑張ればそこまでいける、作れるよみたいなのって目標としてすごい適切な気がするんですよね。その銅のエクレアもそうじゃん。69まで拡張した人がキャンチケを使えば作れるっていうサイズの設定になっているから、そういうのはあって叱るべきっていう思いがありますね。ゲーム的にあってほしいみたいなね。そんなわけでね、今後ね、どっちがいいんだろうね。鍋に年間500万かけらくらい使う世界と、そのかけらでポケモンを10体レベル60にする世界。まあ楽しさで言ったら間違いなく後者にはなりそうだよね。せっかくならいろんなポケモンを育てたいよね。遊び応えのある新モードとかが来るのであればいろんなポケモンもね活躍してくれそうな気もするしね。まあまだね、どういうモードになるのか全くね発表とかされてないわけなんですけれども。まあもともとね、ポケモンをたくさん育成するっていうのは無課金ではかなりきついゲーム性ではあると思うんですが、そういう傾向がしばらくの間は強まっていくのかなと現状を見てると思うので、今後どういう変化が起こっていくだろうね。まあね、そんな感じで話がそれまくりましたけれども、夢のかけらゲット S レベル8のスキル確率アップ M マルノームだとざっくり月平均8から10日くらい活躍してもらって年間150万かけらくらい稼げそうだし、もっと気合を入れて編成すればもちろんもっと稼げるし、もっと強いマルノームであればもっともっと稼げるといった感じですね。稼ぎたいね。ちょっとね、神マルノームちゃんとか神ヤミラミちゃんとか欲しくなりますね。まあね、今回ね、これあくまでパルの一例に過ぎないわけなんですけれども、今のところそんな感じだったよといったところですね。いやー、そんなわけで、食材のかけらゲットのポケモン出てこないかな、次のフィールドでね。しかも2進化できるみたいな。強欲。そしたらね、ちょっとその子をレベル60にして、メインスキルの種も使おう。覚悟を決めたいなと思いますね。まあそんな感じでざっくりまとめますと、今回の考察で見えてきたことは、年間150万かけらくらい稼いでもらえるかもしれないと。それはポケモン3体をレベル60にするくらいのかけらの量であると。ただし、鍋拡張のかけらインフレがすごくて、足りるのかなっていう感じはあると。でもやっぱりかけらゲットを採用するのとしないのとではさすがにそれなりに差がついてきそうだなとは思うので、多少ね、育成計画とかは変えていかなければいけないラインなのかなと思いますね。ただし、夢のかけらゲット S のポケモンを採用しているからといって、ポコポコ育成できるってもんでもなさそうだなっていうのは、現実としてはありそうですね。いやー、まあでもね、それがね、個人的にはすごい無課金らしいというかね、なんかワクワクするんだよね。オラワクワクすんぞ。
もちろんね、かけら問題。課金すれば大体解決するはずなので、そこが素晴らしいんだよね。いや、きちーって、かけらきちーってなりながら、よっしゃ、工夫しようってね。なのでね、まあ、これまで主力だったポケモンたちが大体育ってきたっていうのもあるんだけど、こっから先、この貴重なかけらを投じるポケモンってなると、やっぱ神個体を待ちたくなるよね。いよいよ次は、育成鬼絞り神個体探し編が始まるのかもしれないなーなんて、その足音がね、じりじり聞こえているような気がしますね。無課金であっても。こっからは、だぞ、みたいな。クレセリア、ダークライだぞ、みたいなね。そんなわけでね、ダークライ、マジで注目してます。サブスキルの解放。その仕様がね、神仕様であることを祈りたいですね。まあ、ちょっとね、最後まで話とっちらかっちゃったわけなんですけれども、とにかく、イベントがない時とか、かけら系のイベントの時にマルノームを活躍させていると、パルは年間150万かけらくらい稼げるかもしれないと、そんなお話でありました。これがね、皆さんの何かのお役に立てれば幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつも応援ありがとうございます。それではね、始まったばかりのかけらゲットウィークミニアメブーストも慎重にね、考えながらしっかりと今日の分忘れずにお使いください。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。